で、やっぱハートチャクラがもう結構ぺしゃんこになって。やばい。で、よく生きてたよね。よく言ってなんかアルクトゥース人のイメージが変わりましたね、僕。なんかよかないけど。陽気な親父だよね。陽気な親父みたいな。親父？親父？陽気な少年？陽気な少年みたいな。陽気な少年。あ、そうなの。ゼータレクチルから人間への戦いっていう感じ。とうとう人間になっちゃった。はい、それではまた始まりました。スターシードチャンネル、よしです。きこです。はい、そして。トライリスです。トライリスです。はい。先ほどですね、ヒーリングをやってもらいました。というかね、はい、というか、アルクトゥースの方々が勝手にやってくれたので、何も、あれですよ、待つだけだったんですよね。はい。ということなんですけど、で、なんか僕がちょっともしかしたら人間になっちゃったんじゃないかなっていう、ロボットだったんですけどね。はい、前回ロボットじゃないかっていう、ロボットっていう話になっちゃったんですけど、まあ、そのロボットがちょっと人間っぽくなったんじゃないかなっていう話なんで、ちょっとその辺もちょっと教えてほしいなと思いますが、はい、ちょっとどんな感じだったんですかね。はい。そうですね。まずじゃあヒーリング内容をざっと言いますね。はい。多いので、まず、そうですね、エネルギーセンターをクリアリングするっていうところをして、で、あとは、まあ、オーラフィールドの、サイキックなものをこう取り除いていく。じゃあちょっといろいろ聞いていこうかな。せっかくなんで。サイキックなっていうのが、一体どんなことなんですか？サイキックな何かが。やっぱエネルギー的に、例えばですね、人の念だったりとか、念がたくさんあるってわけじゃないんですけど、やっぱりこう、日々こう生活していく中で人と接点があったりとかする。その時にやっぱり、何かしらのこうエネルギーの交換をしてるんですけど、そこで、まあ、自分にとって必要のないものとかも、こう、来ることがあるんですね。まあ、なんか誇りみたいな感じですよね。普通に日々生活してると、なんかこう、必ずお家に誇りが出るみたいに、まあ、人と交流していく中でも、いい感情もあれば、まあ、そうじゃない感情も、皆さんそれぞれ持ってるので、そこの、まあ、サイキックなものの残留物っていうのは、誇りみたいなもので考えていただいたらいいと思います。これはあれですかね、例えばオンライン上で Facebook だったり YouTube だったりでも、なんかそのサイキックじゃないけど、こう念みたいな飛んでくるんですか？飛んできますね。飛んでくる。例えば、じゃあ、あきこさんとかもなんかめっちゃこう、何万人もいてたらめちゃめちゃ飛んできてるかもしれないってことでしょ？飛んでくるっていうか、まあ飛んでこない人もいるんですけど、まあ、まあカッティングできるんで、意図が大事ですよね。はい。来ないって思ってると、あ、そうかそうか。来ない。はい。そう。あ、なるほどね。来ると思っちゃうと来ちゃうから、来ないよと。そうですね。はい。来ない。じゃあ来ないってことで。はい。そうです。ただ、すごい来てるっていうわけじゃなくて、まあ、埃が、まあ、必ずみんなついてるので、それを取り除くっていう。はい。わかりました。はい。で、あとは魂の修復で、やっぱりちょっと小さい時の、まあ、ことだと思うんですけど、結構まあ、ネガティブになったりとか、こうダメだとか悲しみとかでひび割れてしまった魂の部分を修復していくんですけど、ちょっと2週間ぐらいかかるので、まあ、寝てる間によしか寝てる間に、はい、します。アルクトゥルス人でも2週間かかっちゃうんだ、これは。そうですね、1日じゃ終わらないので、はい、相当修復が結構大変なんですね、じゃあね。そうですね。もしかしたら。はい。わかりました。はい。で、あとは、宇宙意識とつながる。で、地球意識ですね。まあ、グランディングだったり、地球のアセンションプロセスと橋渡しをしていくっていうのの、つながりを取ったのと、あとはやっぱりあれですね、まあ、インナーチャイルドがっていうことだったからだと思うんですけど、やっぱ記憶のデトックスで、まあ、近い過去性と多次元の性から不必要な記憶と、あとはカルマ的習慣パターンを根こそぎ解放するっていうことをしたんですけど、あとなんか質問があったらその都度言ってください。そうですね。はい。あとはゼータレクチルのカルマの解放がやっぱりここで入っていて、で、まあ、これは感情の解放にもつながっているみたいですね。で、あとは、ハートマンダラに入って各チャクラに、ハートマンダラをペーストしていったんですけど、
これはエネルギーセンターの活性化を促していくっていう感じで、あとは細胞レベルの思い込みの書き換えをして、であとは内なる、ヨシさんの、スピリット、ヨシさんの心の中にある宇宙と、豊かさの部分、可能性の部分とつながるワークをしていて、であとは右脳と左脳ですね。右脳と左脳の書き換えって言ってたんですけど、特に右脳が強かったので、そこを少しクレンジングしながら、データレクチルから人間への書き換えっていう感じです。とうとう人間になっちゃったな。で、はい。で、脳の中心の静けさの部分を強めるっていうことをして、であとは、惑星とのつながり。先ほども、このヒーリングでもやったことですけど、惑星とのつながりと地球とのつながり、ヨシさんの細胞のつながりをこう調和していくっていうことをしていて、であとは超音波的に、光のワークが、全部こう循環していくようにということをして、あとは最後、波動調整をして終わったっていう感じなんですけど、ちょっと一個聞いてほしいっていうことで、やっぱりハートチャクラと喉のチャクラが結構やっぱ傷ついてて、やっぱハートチャクラがもうなんか結構ぺしゃんこになってる。やばい。で、あれですよね。なんか言ってたチャクラが壊れてるってね、あきこさん言ってたから、はい。それですね、まさに。そうですね。そこのちょっと2つのチャクラを取り替えたいっていう。喉もあれだよね。壊れてたらえらいことじゃないですか、それってね。よく生きてたよね。よく生きてた。結構でも、壊れてる人はいるのかな。その辺ちょっとみんな気になるんじゃないですか。そうです、時々いますね。本当に全員ではないんですけど、そんなに修復が必要じゃない人はクレンジングして、活性化のエネルギーを入れていけばいいんですけど、やっぱり結構なんていうんですか、ずっとこう、感情を押し込めてしまっていたりとか、あとはもう言いたいことを、ヨシさんの場合はちょっと言いたいことを言えない期間が長かったりとか、回数が多かったりすると、やっぱりそのエネルギーが、循環しなくなって、で、それがこうどんどん積み重なっていくと、ちょっとこう破損するみたいな感じになっちゃうので、ちょっとこの、ハートチャクラは取り替えたいっていうことなんです。ちょっとまずヨシさんに確認してから。そうか、まだ取り替えてない。今からね、取り替えるかもしれないとかね。どうですか？そうね、取り替えちゃっても大丈夫なんだったら取り替えちゃいましょうか、じゃあ。顔が出ちゃうよ。お姉様の顔が出ちゃう。ごめん。今3分の1以上出ちゃった。大丈夫ね。大丈夫。ノー編集だから大丈夫ね。はい。そうだ、じゃあ取り替えてもらいましょうか。はい。はい。喉とハートチャクラ。じゃあ、これは今日寝てる間にすると思います。例えばそれ取り替えちゃったら、いきなり僕が、超何でも何でもかんでも言っちゃう人になっちゃったらどうなっちゃうんですかね、それ。いや、それはないです。それはないです。じゃないの？はい。脳は司令塔なんで、それを。みんなを傷つけまくっちゃったらどうなんですか？大丈夫なんですか？大丈夫なんですね。それはない。はい、大丈夫。じゃあ大丈夫。はい。健在意識を別に消すわけじゃない。じゃあお願いします。はい。っていうのが一応以上がアルクトゥルスの今日のヒーリングの内容なんですけど、今そこからのアルクトゥルスの提案だなったんですけど、やっぱり今回手放したいっていうことに関しては、何を手放すってやっぱいい人になるのを手放すっていう。そうだね。で、結構やっぱ怒りの感情が溜まってたんですね、ヨシさんが。わかる。はい。なんで、それがちょっと解放できてないので、できてなかったので、今日のヒーリングでもちろん、そこの部分も、ヒーリングしたんですけど、もうざけんなよみたいな。そういうもうそういうのを声に出しちゃってもいいんで、その人に言うんじゃなくて、そういう出来事があったら、もうそれは素直に自分に許すっていうか、もうざけんなよみたいな、ちっちゃい声でざけんなよみたいな感じで言って、それを認めてあげるっていうのがすごい大事で、それって小さい子供でも
あれじゃないですか。なんか僕見てみたいな、僕認めてよみたいな感じでお母さんに言うと思うんですけど、なんかそれ、今ヨシさんはヨシさんの、なんか、ヨシさんの心の親みたいな感じなので、そのヨシさん自体がやっぱ認めてあげるっていうことと、あとなんか自分についてすごい褒めてあげることってしてますかっていう感じだった。なかなかね、こう、厳しくしようみたいなのがありましたね、今までね。まだまだだとか、要するにこう3次元的にビジネスとかをビジネス世界にもいるからね。なんかそのまだまだこんなもんじゃないとか、なんかそういう系のエネルギーをやっぱり結構使いがちなので、そこはあるんでしょうね、そういうことが。それだってやっぱりそういう現実を作っちゃうんで、できたら僕ってすごいみたいな、なんか何でもかんでもやっぱりもうなんか0歳の赤ちゃんが、1歳ぐらいの子供が何かした時、例えば喋った時ってすごいみたいな感じなんじゃないですか。すごいねとか、そういう感じでなんかもう何でも何かやった時になんかよくやったみたいな。なんかで、あとどこの社長か忘れちゃいましたけど、なんか社長室で誰も褒めてくれないから自分のことこうやってなでなでしてた社長いましたよ、ね。なんかそういう感じでも、できたらなでなでしてあげるっていうか、やっぱり一日よく頑張ったみたいな。そういう感じで本当に自分自身を褒めてあげるっていうか、そうすることでヨシさんのインナーチャイルドが過去を遡って癒されていくみたいなんですよね。なんでこれはちょっと、人前でやる必要はないので、ちょっとこれやってほしい。これだからあれだよね、これ見てる人ももう結構、ここまではチャクラが壊れてる人はそんないるかどうか知らないけど、結構、なんていうかな、そういう褒めてなかったり、自分をね、こう癒してなかったりって人はいっぱいいるだろうから、やっぱりそういう人みんなやった方がいいよね、こういうのね。そうですね。なでなでするっていうのもすごいおすすめです。やっぱり自分自身が一番ハードル上げてるんですよ。自分自身に対してハードル上げちゃうから、ハードルをもう下げまくった方が、いいので、何か例えば失敗してしまったとしても、何かこう目標があったとして、もしかしたら明日までに100枚の原稿を書き上げなきゃいけなかったけど50枚しかできなかったっていう時になんかそういう50枚でも全部の感情を受け入れた方がいいので、そうやってできなかった自分自身をダメだと思っちゃう自分も受け入れるみたいな感じなので、なんかそうやってこう目標を達成するために頑張っていった俺ってすごいねみたいなそんな感じ、っていう感じでもう何でもこう自己肯定するみたいな感じ、っていうのをしていくとすごいハードルがめっちゃ下がるので、そうすると気づいたら大きなハードル超えてるんですよね。今まで超えられなかったハードルがハードルを低くしてるのと、褒めてくれてる自分自身がいるのでどんどんやる気が出てきて。ひょいって超えられちゃう感じなんですけど、これもダメあれもダメこれもダメみたいな感じになっちゃうとどんどんやっぱり自分の心自体のテンションが下がっていくので、これすごい簡単な方法なのでもう何でもなんかいいねみたいな本当に、なるほどね。わかりました。ありがとうございます。あきこさんなんかあれですかね、こうなんていうかな、その前なんか僕がなんていうのそのチャクラ壊れてんじゃないのって話をこの前してくれたじゃないですか。こうやってなんかそんなエネルギーが見えてたんですか？なんかそういうのって。感情閉じてるから、硬いんですよね。エネルギーがすごく硬くて、もうここだなって思ってたんですね。なるほどね。ここと喉もね、あったけど、大体ここかここですよね。この辺りのところに。だから結局なんていうのかな、相手がそういう感じだと、こっちに置くんですよ。そういうだからヨシさんだけじゃなくてそういう感じの人がいると、閉じてる人がいるとこっちのもうなんていうのダイレクトにこうアタックが来るから、結構相手も苦しくなったりするんですね。なんか閉じてたっていうのは多分守ってたのかな。ちょっと動画が音声が今ちょっとあれだね。また
聞こえなくなっちゃったかな。聞こえますか？聞こえますか？あ、今ちょっと聞こえなくなっちゃったな。今、そうですね。聞こうとしてたのは、いわゆるチャクラが閉じてるってことはね、チャクラを守ってるというか、自分がもっと傷つかないようにしてるのかなと思ったんで、それを聞こうと思ったんだけど、そうね。ちょっと、どうしよう。基本的にはね、どう聞こえますか？まだ聞こえないね。なるべくね、録画を、カットしない、ようにしたいんだけど、どうですかね。帰ってこないね。帰ってこない。ちょっと待って。じゃあどうしようかな。もうちょっと待ってみましょうかね。まあちょっとね、ぜひ今回の動画もそうなんですけど、なんかそのブロックをしていることっていうか、まあ自分を守るために、なんかね、閉じてるものっていうのを、まあ僕がちょっとこうやって、もしかしたら皆さん動画を見てる方にもこう公開して、なんか気づきを得てほしいなっていうので、まあ今回出してます。で、多分ね、こう結構いっぱいいるんでね、そういう人が。ちょっと無理かな。ちょっとどうすかね。はい。戻ってきた。聞こえる？よかったよかった。戻った。はい、戻りました。顔がやばい。ちょっと、一瞬だけ。まあ、一瞬だからいいか。もうね。もうなんかもう、カットしないっていうことをね、やってるんですけど。一瞬だけ。よしさん、やっぱりさ、次元変わっちゃったんじゃない今変わってる？次元変わってる感がある今。だから切れるんだと思うよね。そうね。だからまあ、なんかね、こう、シフトしてるかもしんないよね。とかね。そっか。だから喉に関して言うと、例えば僕は声をね、結構もともともっと出せなかったんですよ。今は多分、まあ、訓練したりとかいろいろあるから、まだ出せてんだけど、もっと出しにくかったし、なんか喋るの億劫っていうのがあるんですよ、もともと。多分それってチャクラの問題かもしれないよね。で、中には僕、せっかくね、この動画っていうのは、ぜひみんなに、気づきを得てほしいからやってるんだけど、だからみんなもそういう人が多いと思うんだけど、なんか、喋りづらいとか声出しづらいって人は結構多いと思うんですよ。そういう人っていうのは、その喉のスロートチャクラっていうのが閉じてたりとか、なんか損傷してるってことが多いんですかね。ほとんどそうだよね。そうだと思う。脳に来て、だから言いたいことがだから出せないから、ここで止まるから、だいたいここの喉の病気になったり、風邪がひきやすかったりとか、咳が止まんないとか、だいたいだから言いたいこと言ってない。そっか。で、ハートの方だとどういうあれなんですかね。ハートっていうのも、例えばまあ、さっきちょっと動画止まってる時に言ってたのは、チャクラが閉じるっていうことは、まあ、デメリットなんだけど、メリットとしては多分チャクラを閉じることによって守ってるんだろうなと思ったんだけど、じゃあ何のために、なんでそれを閉じて守ってたんだろうっていう話もあるじゃないですか。まあ、感情を感じないとかですよね。感情感じない。だから、痛いからね、やっぱり。そう、結構ね、僕は感じると痛いのを感じやすいのかもしれないんですよね。で、だからそれを閉じてたのかもしれないけど、そういう人も結構多いんじゃないかな。例えば、ね、あまりにもなんていうの、スターシードの人もそうだけど、あまりにもネガティブな思いとか感情を拾いすぎて感じやすいから、もうブロックをめちゃめちゃやってるとか、ハートチャクラを閉じちゃってしまってるっていう人もいるんじゃないの？その辺はどうかな。あえてだよね。あえてというかね、それで守ってきたっていう感じだと思うんですけど、今はもう、だからもう大丈夫な時が来たから、だからまあこうやってヨシさんもね、こうやって動画撮ってるんだと思うし、で、要はこれからアルクトゥルスにやってもらいますけど、今まではそこに対して壊れてるものに対してのヒーリングだけだったよね。だからチャクラに対して。だけど、アルクトゥルスだともう取り替えてくれるから、これすごいよね。これがすごいんだと思う、ね。この話ってなんか、今までなんかね、めちゃめちゃ頑張っていろんな人がなんかこうヒーリングしようとか言ってたのが、完全取り替えちゃったらもうすぐじゃないですかっていう。そうなんですよ。それの私自身も体感してるから、本当に、何回自分でヒーリングしたり、
ヒーリングしてもらったでも上がりきれなかったところが、やっぱアルクトゥルスですっかりっていう感じになったことがあるので、すごい楽になると思いますね。そうなんだ。すごいやっぱり宇宙人すごいなっていうか、ちょっと違う人格になっちゃったらどうしよう。すみません。なんか僕次回から変わっちゃってるかもしれない。変わっちゃってるかもしれない。大丈夫？なんだっていいんじゃない？いや変わるものですからね。まあいいか。変わるものだし。そうだね。もともとみんな違和感があったんじゃない？あ、そう。逆に感情がない。感情がなさすぎてこの人なんかロボットっぽいねとか思ってるかもしれないね。今まではね。思ってたと思うよね。まあいいか。思ってたと思うよ。あ、そう。じゃあまあね、それがね、もしかしたら変わってるかもしれないよってことで、了解です。あとなんだろう。はい。まあ今回のなんかポイントで気づきで、なんか僕がこうなんかね、この動画でみんなになんか公開することによって、なんだろうな。それにもなんか意味があるような気がするんだけど、そっか。今までだったら、そういうことを、まあ、閉じないとまあ危なかったんでしょ？結局、そういう人がハートチャクラを閉じたり、スロートチャクラを閉じることによって守ってたことが、もう守らなくてもいい時代になってきたっていうことなんだよね。それっていうのが、そっか。だから、とにかく、そうか。まあ、とにかくみんな、閉じてる人は、オープンにすればいいんだね、今からは。そう。オープンにして、本当の自分の声を出して大丈夫。要はね、声を出したら怒られたりして、すごい怖いんですよ。より怖くなって、ハートも閉じてっていう。もう全て閉じないと、要はもう感受性がね、スターシードの人っていうか、もうみんなね、豊かで子供の頃に感受性が豊かな時に、もうね、上から威圧されたりして、すごい傷ついて怖いから、反射的に閉じてきてたんだと思うんですけど、もう大丈夫ですね。優しい時代に入ったから、まあ、こういうのを結局は体感してたんですよね。こういう経験のために、まあ、そういう時代を選んできてたと思うんですけども、変わったんですよね、時代は。はい。だからもう大丈夫ですから。で、例えばまあそういう、もしね、変わっていくと、じゃあ例えばハートチャクラがオープンになり、スロートチャクラがオープンになり、どんどんね、いうことを言って、なんだろう。まあ、僕は今回だからロボットから人間になっちゃったんだけど、人間というか宇宙人かなになっちゃったんだけど、そうなっていくとどうなっちゃうんですよ。僕は知らない世界に行くわけじゃないですか。どんな世界になっちゃうの？もっと楽になる。もっと楽になるの。じゃあ、そっか。結構楽じゃなかったんだね、今までね。じゃあね。そっか。じゃあもっと楽になっていくってことだ。とか、まあ悩みにフォーカスしなくなったりとか、まあなんか、あとはもう本来の自分自身に近づいていくので、まあ今まで以上にそのやっぱ魂が共鳴する人と出会ったりとか、まあ本当に、まあ出会うっていうのは本当に自分自身の心が許せる人とか、オープンにしていいっていう人と出会えるとか、まあ一番はやっぱりこう悩みにフォーカスしなくなっていくのですごく楽になる。なるほどね。いやー、すごいね。じゃあ今回も、どうしようかな。だいぶ僕としてはね、こういうふうな、個人的ですけど、ね、ヒーリングもしてもらいましたし、そうだな、みんな見てる人のためにもなんかね、そうだな、メッセージまた戻してもらおうかな。どうしましょうか。あきこさんどうしたらいいですかね、今回。宇宙から、もしくはまたアルクトゥースからメッセージ？アルクトゥルスにしてもらおうかな。アルクトゥルスがまあ今回の動画をなんでヨシさんの動画を公開してるのかっていうのを、まあ、チームの人たちちょっと聞いてみて。ヨシさんの周りでこうやってなんか笑ってってやってたんだって。本当？無表情だからおちゃらけてたのはヨシさんに笑ってっていう感じで。アルクトゥースチームが言ってたの、こんなことしてるの。そう、最近ね、僕前も言ったけど、なんかサロンでも言ったけど、超本当は笑かしたいんだよね、人を。まあ関西人っていうのもあるんだけど、そろそろそういうことをしようかな、じゃあ。まあいいや、まあ今その話ちょっとあれだけど。で、アルクトゥースさん、そのままでいれば面白いよね。そうね。でもヨシさんもね。そのままで面白いとはたまに言われる。
あ、じゃあちょっとメッセージでお願いしましょう。うん。メッセージお願いします。うんうんうんまたふざけてるみたい、そうですねアルクトゥルス人が。なんかアルクトゥルス人ふざける。こんなんでいいんですかね。本当なんかアルクトゥルスが今言ってたのは、うんもっとみんな宇宙を楽しんじゃいなよ。あ、宇宙じゃない、地球を楽しんじゃいなよみたいな。以上みたいな感じ。軽いんだね。はい。なんかアルクトゥルス人のイメージが変わりましたね、僕。うんなんかわかんないけど。陽気な親父だよね。陽気な親父みたいな。親父？うん親父っていうか陽気な少年？陽気な少年みたいな。陽気な少年。あ、そうなのね。なんかはい、笑って僕たち本当は笑って覚醒してほしいんだよねみたいな。笑いながら覚醒しましょうみたいな感じ。なるほどね。そっか。シリアスノンノンって。シリアスノンノン。あ、ノンノン。ノンノンなんだね。誰かそういうアルクトゥースのなんかあれだね、アルクトゥース人のなんかイラストとか漫画とか描いてもらったら面白いよね、じゃあね。わかんないけど。ああ、そうですね。どんな感じでヒーリングしてるかとか。なんか、こんなそうだし。風にやってるとか。ね、そうそう、あ、そういう感じなんだ。なんかもっと硬い系だと思ってたからさ、アルクトゥルスがね、アルクトゥルス人っていうのはね、うん、そっか。陽気だよね。宇宙人って基本的に陽気なんですよね、すごい。でこれは要はまあ、潜在意識の私たちであって、高次元。高次元って本当は結構陽気であって、ユニーク。ユニークなんですよね。そっか。こんなシリアスになってるのは地球ぐらいなんじゃないの？うん。まあ、ゼータレクチル。あ、そうか。じゃあ僕はゼータレクチル代表ってことでよかったのね、じゃあね。なんでゼータレクチルなんだろうと思ったら。無表情代表。そうか。もう、まあいいや、もう、まあ、そっちで行こうかな。わかりました。あ、でも、解放したんで。解放したからね。あ、そうね。わはい、かりました。じゃあもう、またたまにはね、ゼータレクチルごっこするかと思うけど、まあ、基本的にはね、基本的にはじゃあまあちょっとこう、そっちをやめたわけだね。もう卒業するわけだ。OK。そうですね。はい。そう。新しいさ、結局さ、いろんなものが自分が変わっちゃってどうなるかってことなんですけど、新しい自分の知らない自分が出てくるから、それがすごい面白いんですよ。要は、なんていうのか、知ってるようで知らない自分っていうのが私もすごいやっぱり出てきたんですよね。どんどん解放していったら、結構こう男性性というかなんか、ちなみにじゃあ、あきこさんが今回みたいに取り替える前っていうこと？取り替える前とか、まあそういう時との今回の違いって。全然違う。一番はその男性性とかが出てきたり、あとは何があるんですか？男性性とか、だからなんか結構強かったんですよ。本当に自分が強くて、なんていうのかな、エネルギー的にも男性性が強かったんですけど、取り替えてどんどん自分をこう解放していったら、本当にこう女性性とか、だから女神みたいなエネルギーとか、もともとだから自分っていうのはもっと大きい存在なんですよね。小さくなってるだけだから、だからそういうなんか女性性という言葉にもうなんていうの、枠がないというか、もっともっと知らない自分っていうのが出てくるんですよ。宇宙の自分みたいのが出てきたりするから、それがすごい面白いですよね。もう地球の枠、宇宙の枠を超えるようななんか壮大なものが出てきたりするから、今世みんな見れる人が多いと思うから、面白いですよ。そっか、まあちょっとじゃあもうね、ちょっと何日か寝ちゃったらなんかそんなことがまた起きてくるのかもしれないけど、ちょっとじゃあまた報告しますね、じゃあ皆さんにね。ってことですかね。はい。まあ、動画の中でもね、報告していこうと思うんで。はい。じゃあ、ちょっと今回はじゃあこのね、動画はこれで終わろうかと思いますけど、あきこさん大丈夫ですか？はい。大丈夫です。お姉様もちょっと顔だいぶ見えちゃいましたよ。大丈夫ですか？もうね、いいんじゃない？もうね。はい。まあそんなじゃあ、みんなずっとお面でね。はい。お面でありがとうございました。お面でありがとうございましたってことでね。じゃあちょっとまた最後にまたではでいきましょう。で、アルクトゥルスも、わかんないけど、後ろにいる3人のアルクトゥルスもうではやってもらおうかな。いい？アルクトゥルスさんもではってやってって言ってもらっていいですか？じゃあ。じゃあ手をこうやって出すみたいです。こうやって。やってるか？やってくれんの？はい。これで見える人って見える人は見えるのかなそれ。
見えるかもしれないです。本当にちょっと面白い。やちょっとやってみようかな。何これ面白いね。ね。じゃあちょっとじゃあ顔も出して。じゃあそれでいこう。じゃあみんなでやりますね。じゃあアルコトゥースさんも一緒にやりますよ。はい。それでは行きます。はい。それでは、では。やってる？では。はい。顔振ってます。顔振ってます。顔振ってるってすごいね。顔振ってるだけ。顔振ってる。顔振ってる？すごい斬新だね。斬新だな。やっぱりやることが意味わかんなくて顔振っちゃう。